皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年12月7日に東京ガーデンシアターで開催されましたバンドメイドツアー2025のツアーファイナルとなるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。なお、録音の直前にインプラント手術をしてしまったのでお聞き苦しいところがあるかと思いますが、ご容赦ください。今回はライブ配信もありましたので、基本はそちらを見ていただければいいと思いますが、記録の意味も込めてレポートを作成することにしました。しかもアーカイブを見ながら文字起こしもしましたので、多分最長時間のレポートになってしまっています。まあ記録用ということでご容赦ください。さて、5月10日のメイドの日にスタートし、ファーストラウンド、セカンドラウンド、ファイナルラウンドと全17公演で構成されたバンドメイドツアー2025もついにツアーファイナル最後のお給仕となります。2日前の12月5日にソールドアウトの通知があり、なんとこれで全公演ソールドアウトということで、本当におめでたいですし、すごいことですし、嬉しいですし、もうお給仕前から胸がいっぱいになってしまいました。しかもその全公演ソールドアウトのツアーファイナルを私的に初の国内ツアー全通で迎えることができて、達成感みたいな感覚とともに毎回感動を与えてくれるメイドさんたちに感謝の気持ちでいっぱいになりました。東京ガーデンシアターに関しては、前回の2023年1月の時はコロナ禍明けで声出していいのかよくわからない状態でのお給仕でしたし、ちょっとモヤモヤが残った感じでした。あと、インキュバスさんのライブにゲストアクトで出演というのはありましたが、まあ当然あくまでゲストでしたので、私的には今回がある意味初の東京ガーデンシアターでのワンマンお給仕という感覚でした。そんなことも感じながら、今回も当日移動にしまして早朝に自宅を出発します。いつも通り新大阪から新幹線で品川へ向かいます。品川駅から山手線で大崎駅まで行って、臨海線に乗り換えて国際展示場というルートです。12時頃に着きましたので、駅にあるお蕎麦屋さんでなぜかいつも頼んでしまうカレー丼セットで昼食を済ませて、そのまま会場へ向かいます。会場に近づくにつれてなぜか足が速くなってしまいます。12時半くらいに着いたのですが、すでにかなりの物販待ち列ができてまして、そのまま物販列に並びます。多分500人以上並んでたと思います。1ヶ月ぶりに会う知り合いの名手様たちに挨拶したりしながら物販開始時刻を待ちます。並んでいる時に今回から追加されたグッズのメタルカラビナってやつがなんかミスしてるということで、レアアイテム化してました。こんなの以前のミスプリコバトロンティと同じで売り切れ必須と思いましたし、くじも大当たりがたくさん追加されて、なんか気が流行ってしまいました。あとこれはいつも通りですが、今回で最後となるご当地 BB シャツのインスタがいつも通りさえちゃんモデルでアップされているのを確認して、今回で全種類コンプリートとなるご当地 BB シャツと、まだかろうじて売り切れてなかったメタルカラビナと、これも今年最後となるくじも大当たりを期待して10枚購入します。くじの結果は大当たりは出ませんでしたが、中当たりが3つも当たりましたので満足です。でも知り合いのお嬢様お名手様が大当たりのミンチョのエフェクターボードケースを当てたということで、羨ましすぎて打ち上げの時に写真を撮らせていただきました。あとさすがにツアーファイナルということでフラワースタンドがたくさんありました。 PRS からのが目立ってましたが、海外お名手様からのものもあって晩目愛の凄さを感じました。物販買ったらもう14時半くらいになってしまってましたので、会場近くに取ったホテルにチェックインと荷物を置きに向かいます。でもチェックインの列もすごくて、15時半の今年最後の集合写真に間に合いませんでした。残念。そういえば前回2023年の時は集合写真を撮られているのを遠くからいいなぁみたいに眺めている感じでしたが、今は知り合いの名手様たちもたくさんできて、一緒に盛り上がれる仲間がいることに感慨深い思いを感じました。それでいよいよ入場待ちとなりますが、今回は人数が多いからかホテル側に入場列ができる感じでした。ガーデンシアターは指定席なので焦って入場する必要はないのですが、心が流行って列に並んでしまいました。今回の私のチケットは3階というか実際は2階ですが、その2階バルコニーの 1D ブロック5列2番とお名手様先行で取ったチケットとは思えない私的にも初の2階以上の席と、なかなかよろしくない感じでしたが、この1ヶ月の禁断症状から救ってくれるのであれば席はどこでもいいって感じでもありました。まあネットとかで調べるとアリーナ後方ならバルコニーの方がいいという意見もありますし、実際会場に入って席に着くと思ったよりステージは遠くなくて全体を見渡せる感じでしたし、アリーナの盛り上がりも見られますし、バルコニー席は一段ずつ階段状になっているので視界は良好でなかなかいい感じと思いました。アーチャーのドラムセットはかなり高い位置にあってアリーナからも見やすそうだなとか思いましたね。あとバルコニーの最前2列はどうも関係者席っぽくて、ギターケースを持った方や見るからにアーティストっぽい方たちが座られました。
待っているとどんどん席が埋まっていき、アリーナも3階4階のバルコニー席もご主人様お嬢様でいっぱいになってきます。これはなかなかの壮観でした。開演時間直前になって場内にアナウンスが流れてきまして、普通は注意事項とかの決まりきった内容だと思うのですが、この日のアナウンスはご主人様お嬢様とかお給仕とか、ちゃんとバンドメイドにカスタマイズされたアナウンスだったのがちょっと感動しました。そうこうしていると帝国になって BGM が止んで、会場の照明が落とされます。会場を埋め尽くす8000人の大歓声と手拍子が鳴り響きます。私は当然ですが、バルコニー席もほとんどが席を立って、手拍子と歓声でメイドさんたちの登場を待ちます。SE が流れてきて、さらに歓声と手拍子のボリュームが上がります。いつものようにあーちゃんを先頭にメイドさんたちが出てくるのではなく、ステージ上に正方形を角度をつけて2つくっつけたようなスクリーンが5つ並んで、そこにツアービジュアルの新聞がいろいろなところがアップされながら映される感じです。5つ並べると屏風みたいな形というと伝わるでしょうか。 SE が終わるところでそのスクリーンが上に上がって、後ろに立っているメイドさんたちが現れる演出です。これはなかなかに凝った演出で、嫌顔にも盛り上がります。メイドさんたちが前に出てきて、上手のミンチョにスポットライトが当たって、ツアーファイナル1曲目となるレディートゥロックのリフがかき鳴らされます。会場から大歓声が上がって、そこにあーちゃんのブラストビートが加わって、さらに大歓声となって、ツアーファイナル始まったって感覚になりました。バルコニー席からということで、初めてあーちゃんを少し上から見る形になるのですが、これが手や足の動きがめちゃくちゃよく見えて、あのブラストビートを目でも堪能できました。それでサイちゃんのボーカルと小鳩さんのコーラス、ミサさんのベースが加わって、一気に会場のボルテージが上がります。メイドさんたち全員の姿を視界に入れながら盛り上がれるバルコニー席もなかなかいいもんだと思いましたね。サビに入ってアリーナが振り上げる手でいっぱいになるのを見ながら、こっちも思いっきり手を振り上げて踊ります。さすがにあのダンスもどきは封印しましたが、いきなりハイの状態になってシンガロングして踊りまくりました。感想で思いっきりちゃんとして2メロに入ります。もうかなり楽しいですし、若干下手だったからか、ミサさんのベースの音と小鳩さんのコーラスが大きく聞こえて、いつもと違った感覚を味わえました。その小鳩さんのやめられないしやるしかないなを味わって、2サビでまた思いっきり踊って叫んで、1ヶ月ぶりの救助を浴びられている気持ちいい感覚をかみしめます。レディートゥーロックはこれまでラストに持ってくる曲でしたが、1曲目に持ってくるって嫌でもぶち上がります。私的にはハイドさんのゲストアップと初日で経験済みではありますが、やっぱりワンマン球児でのホーム感からか、それよりもぶち上がりました。それで小鳩さんのミニソロからミンチョのギターソロになりますが、ミンチョキックも上から眺められました。それで落ちメロに入って手拍子で盛り上がって、私的にこの曲で一番盛り上がるラッサビ冒頭のあーちゃんのバスドラどこどこも完璧に視界に捉えながら味わって最後のメロに入ります。さえちゃんは真ん中の立ち台で歌ってくれてました。曲終わりで書き回しとなって大歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声で会場は満たされます。これまで最後のジャカジャカするところ書き鳴らしって言ってきましたが、書き回しなんですね。すみません、お詫びして今後訂正いたします。で、その書き回しが終わって2曲目となるスーパーサンシャインのイントロが流れてきます。この曲はイントロですでに気分が上がります。気持ちいい軽快なリズムとメロディーに体を反応させながら聴き入って、小鳩さんの小気味いいシャウトからサビに入って会場は振り上げる手でいっぱいになります。サビ終わりの小鳩さんのシャウトも気持ちいいです。2メロに入ってもノリノリで曲を聴くのですが、よく見えるあーちゃんのドラムを叩く姿が本当に楽しそうで迫力もあって、特にサビ前のところのタムフレーズの時はめちゃくちゃかっこよかったです。それでまた小鳩さんのシャウトから2サビに入って、さいちゃんも本当に気持ちよさそうに歌ってるのがわかります。2サビ終わりでソロパートに入りますが、最初の小鳩さんのギターがかっこよくて、その後のミサさんのベースソロは爆音なのもあって最高に痺れました。珍しい構成ですが、ここにサイちゃんの C メロ的なボーカルを挟んでミンチョのギターソロです。真ん中の立ち台で楽しそうにソロを弾くミンチョは神々しかったです。ソロ終わりで B メロに入って落ちメロになりますが、これもちょっと珍しい構成です。落ちメロでは手をかざす感じでサイちゃんの歌に聴き入って、あーちゃんの激しいタムロールに乗せて小鳩さんの長めのシャウトからラッサビにつなぐ構成もめちゃくちゃ盛り上がります。サビ終わりでアウトロになって思いっきりちゃんとしますが、ここはシンガロングが正しいんでしょうか。とにかく気持ちいいメロディーとリズムなので気持ちよくちゃんとしながら盛り上がって、最後はめちゃくちゃかっこいい終わり方で曲終わりです。大歓声と拍手が響き渡る中、一瞬照明が落とされたステージに響いてきたのは3曲目となるプロテクト U のうららららららのサイちゃんと小鳩さんの歌声とあーちゃんのブラストビートでした。サイちゃんもシンガロングを煽ってきますので、会場も思いっきりシンガロングしながら手を挙げて盛り上がります。ステージの上に並んでた5つのスクリーンの両端とその内側が降りてきて、真ん中は高いままで山のような形になるような配置で、そこに映像が流される演出になります。
私的にこの曲はあーちゃんの多彩なドラムフレーズもリサさんのベースラインも小畑さんのリズムギターもコーラスもさいちゃんの力強いボーカルも一つ飛び抜けて好きなんですよね。それをステージを見渡しながら堪能します。それでサビに入りますが、このミンチのリフが何と言ってもたまらなく好きなところです。それで2メロに入って冒頭のジャンジャンっていうところで小畑さんが後ろを見ながらタイミングを合わせて弾いているように見えて、なぜかバンドマンっぽいと思ってしまいました。それで B メロからサビ前のブリッジのところの私的に大好きなあーちゃんのフロアタムのフレーズも見て聞いて2サビ突入です。2サビも思いっきり手を振り上げて盛り上がってサビ終わりからミンチョのギターソロです。上手を立ち台でスポットライトを浴びながらエモいソロを弾くミンチョに見とれて落ちメロに入ります。落ちメロの時の小畑さんのギターの刻みとリサさんのベースがめちゃくちゃかっこよくていつも聴き入ってしまいます。それでラスサビに入ってまたミンチョのかっこいいリフも堪能して最後アウトロであーちゃんのブラストビートを堪能しながらウーララの大合唱になります。最後のサイちゃんだけのウーララの時は上から3本のスポットがサイちゃんに集中する感じになって本当に神々しい感じでした。大歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声が飛び交う中、始まった4曲目はアローンでした。私的に大好きなシンプルなのになぜか奥深い感じのイントロを大声のチャントで答えて1メロに入ります。ここは5つのスクリーンにそれぞれのメンバーが映される感じになります。バルコニーからなので表情は分かりにくかったのでこれは嬉しかったです。 A メロのあーちゃんの心地いいドラムと B メロからのミサさんの味わい深いベースラインを一泊かけてのチャントをしながら堪能してサビに入ります。アリーナもバルコニーも無数の腕が振り上げられているのは壮観でした。最後思いっきりシンガロングしてサビ終わりになって感想に入ります。ここもちゃんとの声が響き渡ります。2メロ冒頭はやっぱりあーちゃんのドラムとミンチのギターフレーズが痺れます。何百回見て聞いても痺れます。小畑さんのコーラスも堪能して2サビに入って低音から解放されたように伸びやかに歌うサイちゃんのボーカルも堪能してギターソロ前のサイちゃんの英語のセリフみたいなところに入りますが、ここのサイちゃんの歌い方かっこいいんですよね。それでサイちゃんの3、2、1、GO から上手を立ち台に立つミンチョのギターソロです。これも何百回聴いても痺れます。それでそのままラスサビに入りますが、このシンプルなつなぎもめちゃくちゃ盛り上がります。このサビの時のシンガロングも気持ちいいです。それでアウトロに入ってちゃんとで大声出して最後だんだん激しくなるあーちゃんのドラムを味わって曲終わりとなって大歓声と拍手が沸き起こります。ここで MC かと思って待ち構えているとステージがほんのり照らされる感じの中、なんとミンチョのアルペジオとサイちゃんの歌声が響いてきます。5曲目となるゼンです。それでイントロになって MC だろうと思っていた会場は我に返るようにちゃんとで答えます。それで1メロに入りますが A メロ最初の真っ暗闇に染まったところなぜかすごく好きなんですよね。なんでかはわかりませんがギターを弾く小畑さんのリボンが入れて尻尾みたいに見えてなんか可愛かったです。それで B メロの味わい深いリサさんのベースラインとかっこいい下がっていくフレーズからあーちゃんの気持ちいいドラムフィルでサビに入ります。気持ちよく手を振り上げながらサイちゃんの歌声とミンチョの複雑なギターフレーズを堪能してサビ終わりから感想になってちゃんとで盛り上がったまま2メロに突入します。2メロは冒頭のあーちゃんのタムフレーズが最高です。上から見るあーちゃんのスティックさばきはすごい迫力でした。それで2サビになってまた手を振り上げながら盛り上がってサビ最後のサイちゃんの歌い上げるようなところからギターソロ前のブリッジというか落ちメロになってミンチョのギターソロです。この曲のギターソロは2部構成みたいになっていて結構長くやってくれるので見応え聞き応えもバッチリです。それでラスサビに入りますがここのだんだん盛り上げていくようなあーちゃんのドラムは本当に最高に盛り上がります。ポストコーラスからアウトロに入ってサイちゃんと小畑さんのうんうんを堪能して曲終わりになります。曲終わりからの書き回しの中サイちゃんのありがとうガーデンシアターで書き回しも終わってここで1回目の MC に入ります。MC 内容のレポートは今回のお給仕は映像配信されていますので細かくしなくてもいいかと思ったのですが、私の動画は結構海外の方も見ていただいているので英訳するために逆に細かくやりたいと思います。小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたぽバンドメイドツアー2025ツアーファイナルぽで大歓声が上がります。バックドロップはツアービジュアルの映像になってました。メイドさんたちが本当に嬉しそうに笑顔で手を振る中、続けて小畑さんの嬉しいことに嬉しいことに嬉しいことに本日ソールドアウト、そして全公演ソールドアウトですっぽーでさらに大歓声と拍手になります。さえちゃんも本当に嬉しそうに手を振り回してました。それで小畑さんのありがとうございますっぽ今日こうして迎えられたのもご主人様お嬢様がこうしてご帰宅してくださったからこそありがとうございますっぽでまたまた大歓声と拍手が沸き起こります。後ろであーちゃんとさえちゃんが向き合ってよしみたいなポーズをしてましたので
本当に嬉しかったんだと思います。こっちも嬉しいです。続けて小畑さんの、そして本日は配信でのお給仕もしておりますぽ。配信のご主人様お嬢様も一緒に素敵なお給仕にしましょうぽに、全世界のご主人様お嬢様も声を上げてたと思います。それで小畑さんがステージの上を見ながら、思うところはたくさんあると思いますが、いつもと違うスタートの仕方だったりステージだったり、今日は盛りだくさんなバンドメイドの2025、今しか見せられない魅力の詰まったお給仕になっておりますので、最高に楽しい夜にする準備はできてますかぽーっと聞いてきて、準備バッチリの会場から大歓声が上がります。でも小畑さんは満足しなかったようで、腕を組んで、そんなんじゃダメだっぽ、2階席3階席4階席のご主人様お嬢様も一緒に素敵なお給仕にする準備はできてますかぽーって叫んできて、会場からさらに大声の歓声が上がって、小畑さんも満足してくれて、楽しいツアーファイナルにいたしましょうぽーから、ようこそバンドメイドのお給仕へで書き回しになって次のセクションに入ります。MC 明けとなる6曲目は、なんといきなりって感じの What is Justice のミンチョの強烈なリフで始まりました。1メロに入ってサイちゃんが真ん中のお立ち台で歌ってくれます。冒頭のアーチャーのタムフレーズはスネアが一切入らないので独特です。それで A メロ終わりでスネアの短いフィルから B メロに入ってリズミカルな感じになるところが気持ちいいです。小畑さんと一緒に手を挙げながらメイズも叫んでサビに入ります。サイちゃんのハイトーンボイスが炸裂しますが、 MC で喉を少しでも休めることができたと思いますので、この瀬戸りは納得です。サビ終わりから感想に入ってまたミンチョの激しいリフに会場は大声のチャントで答えます。サイちゃんもちゃんと煽ってきます。それで2メールに入ってミンチョのタッピングのリフと小畑さんの味わい深いリフを堪能して、サイちゃんの超絶かっこいい白黒割り切れから2サビです。もうここは最高に盛り上がります。手を振り上げながら踊りながらサビを堪能して、サビ終わりから C メロに入ります。ここのサイちゃんの歌い方は私的に本当に大好きなところです。それでサイちゃんのロングトーンにかぶせるようにミンチョの短いギターソロになりますが、ソロはもちろんいいのですが、バックのあーちゃんの力強くテンポを落としたシンバルとスネアも重厚な感じを醸し出していて大好きなところです。ソロ終わりでなんとも難しそうなタイミングでのミンチのリフからラッサビです。もうステージと会場が一体になる感じで盛り上がって、最後のサイちゃんのロングトーンはめちゃくちゃかっこよかったです。これまたかっこいいミンチの下がっていくフレーズからアウトロになって、会場からは大声のチャントが鳴り響いて曲終わりの書き回しになります。最後にバックドロップと5つのスクリーンに What is Justice のロゴが映されたのは超絶かっこよかったです。曲終わりでの大歓声と拍手の中、照明が落とされたステージにあーちゃんだけにスポットライトが当たってドラムを叩き始めます。これはシャンブルズ前の3ピースセッションですね。バックドロップに映されるリボンのシンボルマークをバックに笑顔でドラムを叩くあーちゃんが上からなのでバッチリ拝めました。あーちゃんのドラムが激しくなって下手お立ち台に立つミサさんにもスポットライトが当たってミサさんのベースが加わります。すぐに上手お立ち台の小畑さんにもスポットライトが当たって小畑さんがフラッピーピジョンをかき鳴らします。ここからが3ピースセッションとなるわけですが、ミンチョなしでこの迫力が出せるのは本当にすごいと思います。でもそこにミンチョがラスボスのごとくゆっくり真ん中のお立ち台に近寄ってきて、お立ち台に立って体をさらしてギターを鳴らします。最終的に全部ミンチョが持っていくやつですね。今回もやっぱり持っていきました。そのまま7曲目となるシャンブルズの超絶激しいリフをミンチョが弾き始めて、会場は覚醒したようにちゃんとで答えます。しかもここでなんとパイロから炎が上がる演出です。私的には初めての経験でしたし、シャンブルズにパイロって完璧すぎます。ちゃんとの声もさらに大きくなったように思いました。それでこの時だと思いますが、私の左前にいたお嬢様はこれまでもずっとノリが良かったのですが、この時頭を回して髪の毛を振り乱す感じでヘドバンしてまして、さらに盛り上がって見ているこっちも気持ちよくなりました。もう大興奮になった会場に1メロに入ったサイちゃんの歌声とバックの激しい演奏が響きます。あっという間にサビまで行って感想でまたパイロから炎です。さすがツアーファイナル東京ガーデンシアターです。ステージの演出にも興奮しながら2メロを堪能して2サビで思いっきり手を振り上げながら盛り上がって、サビ終わりからのあーちゃんのドンドンドンのバストラに手を振り上げてミンチョのギターソロです。ソロ終わりからの落ちメロで思いっきり手をかざしてサイちゃんの歌に聞き入って、後半は手拍子で盛り上げていって小畑さんのコーラスとサイちゃんの Like a Fierce Tiger を聞いてラッサビ突入です。ここもパイロから炎が上がって最高に盛り上がります。小畑さんの筋肉もりもりのアートワークが目に浮かびます。そこから最後の人間万事採用が馬のところに入って、最後の最後サイちゃんのハーを聞いて大歓声です。いやいいもん見て聞けたって感じでした。曲終わりで独特な同期音源が流れてきます。8曲目は You でした。サイちゃんのガーデンシアターそんなもんかかかってこいやの煽りに会場は大声のシンガロングで答えます。
バックドロップはリボンのシンボルマークで、情報の5つのスクリーンは枠だけが緑に光って中は透明になってました。こんなのもできるスクリーンなんだなと思って感心してましたが、これが後々の演出で本領を発揮します。しかしこの満員の東京ガーデンシアターで YOU を見て聴けるってなぜだか分かりませんが感動してしまいました。何度も言ってしまってますが、サビに入る時のさえちゃんのI've got a crush on が本当に大好きなんですよね。声には出しませんが、一緒に歌ってる気になって口を動かして手を振り上げて踊りながら大好きな YOU を楽しみます。感想でまた大声でシンガロングして2メロに入ります。2メロ冒頭のバックの演奏もすごく味わい深くて大好きなところです。それで B メロは普通に戻ってリズミカルでメロディアスな感じになって、2サビ前の下がっていくフレーズも大好物なところです。それで2サビに入って言葉がたくさん詰まっているのにはっきり歌詞がわかるさえちゃんの滑舌の良さに感心しながら盛り上がって、サビ終わりで落ちメロになります。ミンチョの綺麗なアルペジオをバックにさえちゃんも小鳩さんも手を挙げて煽ってくるので、会場は大声でシンガロングしてミンチョのギターソロに入ります。ミンチョがソロを弾きながらお立ち台に乗ってきますが、よくそんなのできるなと地味に感心してしまいました。それで落ちサビからまたさえちゃんのI've got a crush onでラスサビです。ここが本当に私的にこの曲のクライマックスを感じます。もう踊りながら手を振り上げて盛り上がって、最後アウトロで思いっきりシンガロングします。さえちゃんがもっとクリアーの叫びで煽ってきますので、会場の声はさらに大きくなって曲終わりになります。かき回しの中、さえちゃんのありがとうももらって大歓声となりますが、ここでさえちゃんが上手にはけていきました。ということは小鳩曲が来そうです。かき回しが終わってステージが暗転し、5つのスクリーンが上に上がっていきます。そこに真ん中のお立ち台に立つ小鳩さんにスポットライトが当たって、フラッピーピジョンをかき鳴らし始めます。9曲目となるブライテストスターの拡張イントロです。しかし小鳩さんってピッキングっていうかカッティングがうまいしかっこいいですよね。いつも見とれてしまいます。そこにミサさんとミンちゃんも加わって演奏に厚みが出ますが、小鳩さんを見るミンチの目が成長した弟子を見るような目で微笑ましかったです。そういえばあーちゃんも小鳩さんの方を見て微笑んでました。それで通常のイントロに入りますが、ここのミンチのリフが素晴らしいですし、ミサさんのベースラインも味わい深いです。それで1メロに入って小鳩さんが歌い出しますが、途中のあーちゃんの3連のタムフレーズも大好きですし、ミンチの複雑なリフも大好物です。それでサビに入ってジャンプしながら手を振り上げて小鳩さんの歌を楽しみますが、年のせいかなんかこの日は右膝が痛くてあまり高くジャンプできずでした。それで感想からブレイクして2メロに入って小鳩さんのボーカルを堪能して、2サビでまた痛い右膝に気をつけながらジャンプして盛り上がります。それで C メロに入って小鳩さんのボーカルに聞いてギター指定でのソロパートです。ミンチョの嬉しそうな顔が微笑ましいです。それで落ちサビになって会場は手拍子で盛り上がって、私的にこの曲で一番大好きな転調してのラスサビに入ってまたジャンプしながら思いっきり盛り上がります。それで最後の小鳩さんが歌うところになりますが、今更ではありますが、ここのミンチョのリフってイントロと同じ感じなんですね。なのでアウトロに歌を乗せてる感じでもあるってことですかね。いやいや今更ですが、この曲の奥深さを再認識して曲終わりからのかき回しで大歓声と拍手とコワトーとかクルッポーの叫び声で会場が満たされます。ここでステージの照明が完全に落とされて優しいメロディーが流れてきて、ステージのバックにたくさん配置されていた LED の小さいライトが青くメロディーに合わせて点滅するように光ります。会場は静まり返って心が浄化されていくような感覚になります。そこに10曲目となる The One のイントロが静かに流れてきます。あーちゃんのフロアタムが優しく叩かれる中、さえちゃんがしっとりと歌い出して、照明が落とされたステージのメイドさんたち5人にスポットライトだけが当たります。ミンチョの綺麗なギターフレーズとミサさんのエモいベースライン、あーちゃんの優しいフロアタムの響きとさえちゃんの優しくも力強い歌声と小鳩さんの綺麗なコーラスが会場に響き渡ります。サビに入って会場は手をかざしながらさえちゃんの歌声に聞き入れます。2メロに入っても会場はこの The One の超絶エモい世界に浸って静かに揺れながら聴いている感じになります。それで2サビ前のちょっとリズミカルになるメロのところから2サビに入る構成と2サビ後半の演奏が激しくなっていってサビ終わりでブレイクして落ちメロになるところの構成は本当に心が揺さぶられます。それでそこからまた盛り上がっていくところのミンチョのギターフレーズは最高すぎて、私的にこの曲で一番好きなところでもあります。それでそのままラスサビに入るところは涙腺崩壊ポイントです。こんなにしっとりとした曲でエモいサビなのに演奏が激しいというのは多分バンドメイドならではだと思っています。それで最後の I will see you のところは小田さんのコーラスも絡んで最高にエモーショナルで、最後の最後ミンチョのこれもエモすぎるギターフレーズで曲終わりとなります。いやいや本当に素晴らしい曲だと思います。
感動の拍手が鳴り止んだところにストリング風の綺麗な音色が響いてきて、誰もいない真ん中の立ち台にスポットライトが当たります。この言葉では表現できないし、してはいけないとも思える演出で始まるのは11曲目となるシオンです。揺さぶられた感情に続けて響いてくるこのシオンのイントロも切ない感じだけど力強い感じもあって本当に素晴らしいです。クラブチッタではやってなかったので、今回初遭遇というご主人様お嬢様も多かったのではと思います。1メロに入ってほぼミサさんのベースだけの演奏でサイちゃんがしっとりと歌い出します。 A メロ途中からあーちゃんのドラムもミンチョのギターも入ってきますが、ここの小鳩さんのシンプルなコード弾きもすごく味わい深いんですよね。若干下手側だったからか、ここのミサさんのベースの響きがものすごかったです。それで B メロに入ってちょっとリズミカルな感じになって、一瞬のブレイクからサビに入るところも感情が揺さぶられます。サビ終わりから短い間奏を挟んで2メロになりますが、ここはあーちゃんのタモフレーズが入って1メロとは違うテイストになります。それで B メロから2サビに入るのではなくてミンチョのギターソロになります。ミンチョはなんとも複雑な表情でこの綺麗なギターソロを弾いてました。ソロ終わりでミンチョもミサさんもあーちゃんも入って5人全員でのコーラスです。途中からサイちゃんが歌い出してそのままラスサビに入りますが、ここも本当に心がキュッとなるところです。ラスサビはサビを2回繰り返す形で歌詞も心に染み渡ります。それでこの曲のもう一つのクライマックスでもあるアウトロというか5人全員でのコーラスになります。サイちゃんの I miss you の後は演奏を求めてのコーラスになりますが、ここは本当に最高です。本当にいいものを見て聴けたって感じになります。多分何人かは泣いていたであろう会場に次に響いてきたのはサイちゃんの歌声とミンチョのアルペジオでした。12曲目となるフォービドンテールです。ステージは暗いままで5人にスポットライトが照らされています。あーちゃんのスネアロールが入ってきてミサさんのベースも入ってくるところはいつも感動します。それであーちゃんのドラムフィルからサビに入って会場は久しぶりな感じで手を振り上げて盛り上がります。それで感想になってサイちゃんに煽られながらちゃんとで声出して拳を振り上げます。2メロの A メロは1メロと同じメロディーなのに全く違うテイストになるところは何気にすごいと思ってしまいます。それでジャジーな展開になるところはいつも通りあーちゃんを思いっきり見てしまいましたが、ミサさんのベースの響きがすごくてついついミサさんも見てしまいました。でもステージ横のモニターに歌詞が映されていたのですが、文字の出方がかっこよくてそっちも見てしまいました。それで2サビになってまた盛り上がって2サビ終わりでリアル歓声を上げるところは8000人の歓声が上がってすごい迫力でサイちゃんも嬉しそうに笑ってましたね。そこから C メロ的なところに入って B メロみたいなところにつないでサビに行くと見せかけて E メロみたいな展開になります。そこからラスサビに入る展開は本当に心が揺さぶられる感じになってフロアも大盛り上がりになります。サビ終わりでさらに展開があって手を上げながら聴き入って最後アウトロを全力のチャントで答えます。最後はピタッと曲終わりになってサイちゃんのありがとうをもらって曲終わりです。大歓声と拍手がフロアに響き渡ります。この瀬取りの展開だとここで激しい曲に行くのかと思ったら、なんとあーちゃんのハイハット4発で始まったのは13曲目となるエンドレスストーリーでした。サイちゃんのみんな歌ってくれるに会場は当然答えて思いっきりシンガロングします。サイちゃんがみんなの歌声を聞いて嬉しそうに胸に手を当てていたのがなんか感動しました。サイちゃんが喜怒哀楽をぐちゃぐちゃにしてやるって言ってましたが、本当にそんな感じにもなりましたね。エンドレスストーリーは去年2024年年末のゼップ羽田以来1年ぶりです。確かにミンチョが大きな会場でみんなで歌えるように作った曲みたいなことを言っていたと思いますので、この満員の東京ガーデンシアターでやるのは当然だとも思いました。私だけじゃないと思うのですが、このエンドレスストーリーを聞くとどうしても横浜アリーナの感動が蘇ってきて胸に熱いものが込み上げてきます。もう感情がいろいろなところに飛んであっという間にサビになって感想のシンガロングでまた思いっきり歌います。最高に気持ちいいです。それで2メロに入ってミサさんのトリッキーなベースを味わって一番好きな2サビへの入りを堪能してサビ突入です。手を前後に動かしながらシンガロングしてメイドさんたちと一緒にこのエンドレスストーリーを楽しみます。サビ終わりで落ちメロになってそこからサイちゃんの歌声につられないようにシンガロングしながらだんだんと盛り上がっていってラスサビに入るところは本当に鳥肌が立つところです。ラスサビも思いっきり手を前後に動かしながら歌って一緒に盛り上がってアウトロでミンチョのエモいギターソロを聴きながら思いっきりおーおーおーのシンガロングです。ここを声出すのに結構体力も使いますよね。5つのスクリーンにはまたメイドさんたちがそれぞれ映し出されてあーちゃんの笑顔もバッチリ見えます。最後はサイちゃんのありがとうをもらって完結です。本当に大きな会場で見て聴いて一緒に歌うエンドレスストーリーは最高です。ここで2回目の MC に入ります。すべて文字起こしすると長くなりすぎますのでところどころ走るようにします。
さえちゃんのガーデンシアター盛り上がってるかでスタートです。大歓声が上がる中、さえちゃんのみんな歌えるね、ありがとう歌ってくれてに大歓声で答えます。続けてさえちゃんの今日はツアーファイナルですからみんな肩も腕も膝も喉も痛めて帰りなさいに笑いが起きます。私的にはすでに膝を痛めてしまってましたが、さえちゃんが小畑さんにツアーファイナルですねって問いかけて、小畑さんがツアーファイナルですぽーっと答える鉄板的なやり取りをして、さえちゃんのなんかドキドキしちゃうに小畑さんが笑いながら、結構もう歌われましたけどぽーっと突っ込んで私たちの思いを代弁してくれます。どうも始まる前から楽しくてドキドキして、それがそのまま継続してるっていうことでした。それで小畑さんの5月から始まりまして、気づけば半年経ちますっぽを受けて、さえちゃんがすごい嬉しいよね、メイドの日から始められてねって言ったところで、自分で気づいて、そうですよ、私もメイドですからとお名刺様でもついつい忘れてしまう設定を改めて表明してくれてました。小畑さんもさえちゃんの衣装を指さして、これはバンドメイドなりのメイド服ですっぽとたくさん来られてるであろう初見の方たちにも分かるように説明してくれます。で、さえちゃんのそういう記念の日に始められたのも嬉しいし、半年以上やってこれたのも嬉しいし、音楽って最高だなに大歓声が起こります。続けてさえちゃんが、私たちだけじゃこのステージに立つことはできなかったし、みんながいたからだよね、本当にみんなありがとうって言ってくれて、会場は歓声と拍手で応えます。それで小畑さんのたくさんの方、全世界の方が見てくださってを受けて、さえちゃんがそうですよ、なんか全世界で人気らしいじゃんってボケてくれまして、小畑さんが笑いながら他人事みたいな感じで自分のこと言うんだっぽねとちゃんと突っ込んでくれます。それで海外のお名刺様たちにも英語で挨拶してステージの話になります。5つのスクリーンが上がったり下がったりするのがすごいみたいな話をしているときに、さえちゃんが顔映ってるって会場の声を拾って笑いながら、そりゃ顔も映すさ、みんなに見えやすいようにお顔も映すよ、手元も映すよって反応してくれます。それで小畑さんがバルコニー席の方を見て、上の方たちもよく見えてるっぽーとか、さえちゃんも元気なのかなとか言ってこっちを見て手を振ってくれたので、思いっきり同意の歓声を上げておきました。ここでさえちゃんと小畑さんが、ここからは少し休憩だし、せっかく椅子があるから座って休んだ方がいいと言ってくれて、みんな椅子に座る感じになります。さえちゃんがこれでみんな膝が元に戻ると言ってくれましたが、私的にも本当に助かりました。それでさえちゃんが MC は私たち特有かもしれないけど、もうここまで喋ってるからみんな気づいてると思うけど、演奏との差がすごいよねって言ってきて、会場から歓声と笑いが起きます。小畑さんがその人に気づいた感じで、ちなみに今日初めてご帰宅したっていうご主人様お嬢様って会場に聞いてきて、特にバルコニー席の手がたくさん上がってました。さえちゃんも小畑さんも嬉しそうに笑って、バンドメイドはこういうスタイルだから慣れていこうねとか、いつもこれだっぽーって初めての方がびっくりしないように説明してくれてました。で、さえちゃんが会場からの声を拾って、休憩なんかいらねえよとか聞いてねえから皆さんの体を思ってですからって言ったのに、会場から優しいって声が上がったのを拾って冗談でもっと感謝しなーって答えてましたが、これが最初の感謝しなーでしたね。それでグッズ紹介に話は移ります。小畑さんがどんどん画像がちっちゃくなっていくし、枚数も増えていくっぽーって言ってましたが、確かに拡大しないと見えない感じになってます。それでさえちゃんが今回一つ追加されたアイテムということでメタルカラビナの話をしてくれます。バンドメイドのシンボルマークをかたどったカラビナだけどミスがあったということでお詫びを出したとのことで、さえちゃんがでもレアってことだからさ、今日しか手に入らない、今後はちゃんとしたやつが販売されるって言ってきます。確かにレア物を変えてよかったです。2時間並んだ回がありました。それで小畑さんがちゃんとしてないみたいぽって突っ込んで、さえちゃんがちょっと間違っちゃったけど普通には使えるからってフォローしてましたね。それでアートワークがプリントされた T シャツの話になって、さえちゃんがバックドロップを指さして、今は映ってないけどずっとここにあったって話してる時に、バックドロップにツアーアートワークが映されたのはなかなかスタッフさん起点が利くなとか思ってしまいました。さえちゃんがメンバーを連想できるものが書いてあってみたいに説明してくれてましたが、あーちゃんを連想できるものがゴリラバナナなのには触れなかったですね。それでくじの話になって、まずは外れがないということとレザーのお守りが加わったということを紹介してくれてました。あとさえちゃんと小畑さんがくじ引いて
ああまた佐伯だよとか、ああまた小鳩かよってなったら、あ、佐伯さんが出たんですか、交換してもらってもいいですかみたいになったら、交流も生まれるよみたいなショートコントを披露してくれてました。それで大当たりの話になって、小鳩さんが今回はすごいっぽーっていうのを受けて、さえちゃんがかなみちゃんのあのボード出てるよねって紹介してくれて、それを当てた仲良くしていただいてるお嬢様お名手様が当たったってアピールしたようで、ミンチョが当たった人いるのみたいになって、小鳩さんもさえちゃんもミンチョも会場からそのお嬢様を見つけて、すごいみんな拍手みたいになってました。ミンチョが海外も全国も一緒に共にしてきたあの子って紹介してくれて、さえちゃんがボロッボロだけどとか加えてましたね。ミンチョがありがとうお嬢様が当てられましたみたいに言った時に配信でちらっと映ってましたので羨ましかったです。それであとはビッグポスターとかサイン入りジーンズとかジッポの紹介をして、レコードの日のアンバサダーの話になりました。最後にご当地 BB シャツの話になって、さえちゃんが見てくれましたかって言ってきて、多分会場は一瞬どう反応していいのかわからない感じでまばらな拍手になって、さえちゃんにどうしたみんなつまんなくなってきたか眠たいとか言われてしまいました。いやいや一瞬反応が遅れただけだったと思います。それでさすがに色当てはなくて色の説明をさえちゃんがしてくれるのですが、勝手に名付けたんだけど東京ブラックってどうとこれまた反応が遅れるようなことを言ってきましたが、さすがにお名手様たちは間髪を置かずに歓声を上げて反応してました。それで続けてさえちゃんが、ということは大体東京はブラックなんだなということがわかるよねと久しぶりに得意のよくわからないことを言ってきます。それでさえちゃんのみんな来やすいでしょ感謝してに小畑さんが、今日なんか感謝して多めだっぽねと突っ込んでました。さえちゃん的にハマってる言葉とのことでした。小畑さんのグッズも言えないくらいたくさんあるっぽに、さえちゃんの帰りによって見ていきな返事はに会場から大声でのはーいが返されてグッズの話は閉まりました。それでさえちゃんが思い出したように、あ、ミサさんみたいにミサさんを呼んで、ミサさんがニコニコしながら手にビールを持って前に出てきます。それでさえちゃんにマイクを向けられたミサさんが、ハロー、みんな、こんにちは、こんばんはって YouTuber みたいな挨拶をして会場から歓声が上がります。で、マイクを持ったさえちゃんに、これから何をするんですかと問いかけられて、ミサさんが2025年の集大成、口開封いきますと初見の人には絶対伝わらない説明をしたので、慌てて小畑さんが説明しだします。小畑さんが見事に簡潔に説明してくれて、ファーストラウンドからずっとやってきて、ファイナルラウンドはお預けにしておいて、今日最後にやるということと、一番大事な、ちなみに彼女はファーストラウンドから1回も満足しておりませんぽっていうのを忘れずに言ってくれてました。で、ミサさんがまずプルトップを開けるのですが、これの開き方次第だから練習してきたのとか言いながらプルトップを開けます。これはいつもミサさんうまいので、今回のいい音が出て会場から歓声が上がりました。それで小畑さんのミサの口開封の儀までに続けて会場も一緒になって3、2、1の掛け声でミサさんが口真似をするのですが、今回はツーカみたいにかなり忠実な口真似だったので、会場から大歓声と拍手が起こります。ミサさん的にも満足だったようで、さえちゃんから満足そうって笑われてましたが、最後に満足のいく口真似が披露できたようで本当に良かったです。満足しすぎたのか、ミサさんがビールをちょっと飲んでしまったので、さえちゃんと小畑さんから乾杯してって突っ込まれて、ミサさんが笑いながらお立ち台に立って、すみません、取り乱してしまいました。いい音が鳴って嬉しいです。それでは行きます。乾杯ってビールを持った手を挙げます。今回は椅子があるということで、私も水のペットボトルを持っていたので、最後に初めてそれを掲げて一緒に乾杯できました。美味しそうにビールを飲むミサさんを見ながら、半年以上にわたるミサさんの開封の儀を見てきて、最後満足の完結を迎えられてよかったなぁと笑いながらも感慨深くなりました。無事口開封の儀が終わったところで、さえちゃんが小畑さんに向かってどうぞとこれまでで一番雑なふりをして、小畑さんも雑なふりありがとうございますポーって受けておまじないタイムに入ります。小畑さんが真ん中の立ち台に立って、さあ皆様立つお時間がやってまいりましたポーって言ってきて、会場はみんな椅子の前に立ちます。でも多分お名手様だと思いますが、冗談でとか言ったのを小畑さんが拾って、じゃないんだポーと突っ込むというやりとりもあって、小畑さんが小畑のおまじないタイムって叫んでツアー最後のおまじないタイムに突入します。小畑さんのミサちゃんがあんなに満足げな口開封の儀をできたので、小畑も満足な顔をした一方の煽りと、それにはご主人様お嬢様の力が必要ですっぽ、配信先の皆様も配信先で一生懸命言ってくださいっぽ、初めてのご主人様お嬢様は隣のご主人様お嬢様を見習ってくださいっぽと簡潔に説明して、小畑が萌え萌えと言ったらのくだりに入ります。
会場からの萌え萌えに少し不安だったようですが、そのまま続けて萌え萌えキュンキュンに入ります。8000人の会場を埋め尽くすご主人様お嬢様の萌え萌えキュンキュンはかなりの音量が出てたと思いますが、小畑さんは今日はそんなもんじゃいけないっぽーとさらに煽ってきて萌え萌えキュンキュンを続けます。それで男子萌え萌えに会場のご主人様だけの萌え萌えが帰って、女子萌え萌えにお嬢様だけの萌え萌えが帰りますが、やっぱり小畑さんは可愛いっぽーって嬉しがってました。確かに可愛かったですし、かなりの人数だったのかよく聞こえました。で、男子女子って珍しいなと思っていたら、やっぱり小畑さんは言い直して、ご主人様萌え萌えとお嬢様萌え萌えってやり直します。それで全員でバーンメイってやって、上からの声がもう少し欲しいっぽ、もうちょっと頑張ってっぽみたいになって、バーンメイを繰り返します。あとはバーンにバーンって返して、メイにメイって返すやつもやって、2025とかツアーファイナルとか東京ガーデンシアターとかもやって、ラストということでバーンにバーンを返して、マイクを外してのメイにメイって返して、ズキュンバキュンドキュンで、来年も最高のバンドメイドについてこいっぽーって叫んで、パカ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 って競走馬に乗る騎手のようなふりをして笑いが起こる中、競走馬よりもっと速く走っていくっぽーって叫んで、ズキュンバキュンドキュン、ワオ萌え萌えキュンでツアーファイナルのおまじないタイムは完結しました。いつの間にかステージ真ん中に配置されたキーボードの前にサイちゃんが立っています。ということはそうです。MC 明けとなる14曲目はロック&ロードでした。最初のあーちゃんのドラムフィルとサイちゃんのキーボードの演奏がまず大好きなところです。以前からもそうでしたが、この曲の時、小畑さんはゼマイティスのテレキャスタータイプなんですよね。インレイがちょっと特殊なので、フラッピーピジョン2かって言われてるやつです。お立ち台に足をかけてそのギターを弾く小畑さんはかっこいいですし、ミサさんはいきなりスラップベースですし、インスト曲のボーカル役はミンチョのギターです。とにかく入りからかっこいいインスト曲です。途中に絶対スケールから外れてると思われるコードを入れてくるのもミンチョらしくて好きなところですし、サビっぽいところもめちゃくちゃかっこいい感じのメロディーで気持ちいいです。それで2メロ的なところはサイちゃんのキーボードソロパートになります。サイちゃんがなんか一生懸命キーボードを弾いてる姿は新鮮です。それで次はミサさんのベースソロ的なパートになりますが、この時のキーボードもいい味が出ています。続けては小畑さんのリズムギターソロになって、あとはメンバーみんなが激しい演奏になっていって、ミンチョのソロ的なパートになります。あーちゃんはずっとドラムソロ並みのドラムですし、本当にこの曲は5人全員の持ち味が出せているというか、見せて聞かせてくれます。最後はアウトロ的なフレーズになってかっこよく曲終わりになります。いやいや、もう5人でインスト曲やってるのが驚きから普通の称賛に変わってきました。曲終わりで大歓声拍手になりますが、吹き回しが終わってもサイちゃんがキーボード前から離れません。続けてサイちゃんキーボード曲やるのってびっくりしていたら、流れてきたメロディーはなんと15曲目となる Without Holding Back です。しかもサイちゃんがそのままキーボードを弾き始めます。Without Holding Back 5人バージョン、ロックレディーバージョンです。私的には今年2025年最初の恵比寿リキッドルームで遭遇できましたが、曲自体も超レア曲です。こんなのを見て聴けるなんて、もうこれだけでもチケット費用遠征費用にお釣りがきます。みんな楽しそうに演奏してますし、見ているこっちもめちゃくちゃ楽しいです。通常の演奏に加えて、担当サイちゃんのキーボードパートもありましたし、アレンジし直してるんですよね。それで曲後半のちょっとアラビアンな感じになる私的にこの曲で一番好きなところは、サイちゃんのキーボードフレーズもあってアレンジされていてさらに素晴らしくなっていました。この曲はアルバム付属のブルーレイでそれぞれの演奏をバッチリ味わえて解像度が上がって、もともとミサさんの激しいベースもあーちゃんの2ビートみたいなドラムも小畑さんの複雑な感じのリズムギターも当然認知のタッピングを含んだギターフレーズも最高に好きだったのですが、そこにサイちゃんのキーボードまで加わったら最強です。興奮冷めやらない状態であっという間に時間が過ぎて曲終わりになりました。曲終わりのかけ回しで大歓声になりますが、そこにキーボードの音色も加わっているのは感慨深かったです。ステージが暗転して下手お立ち台に立つミサさんにスポットライトが当たってミサさんがベースを弾き始めます。ここでベイドラセッションが来ました。何度も言ってしまってますが、私の位置的にミサさんのベースが爆音で聞こえてきますので、いつもよりこのベースフレーズを堪能できました。今回は配信アーカイブでも確認できましたので、開放弦を響かせながら他の弦を弾いているのが分かって、静かな感じなのに重厚な感じの音色になっている理由が分かりました。しかしロックバンドのライブでこうしてベースだけのしかも素晴らしい演奏を聴けるのってなかなかないことかと思いますし、貴重な体験をできているとも思いながら見て聞いてました。そこにあーちゃんにもスポットライトが当たってかっこいいフロアタムのフレーズが入ってきます。そこからはまさにベイドラセッションです。
メイド服を着た女性がやっているとは思えないセッションです。途中ミサさんはピックを口に加えて指弾きしたりもしてますし、あーちゃんはめちゃくちゃ激しいドラムを叩いてますし、本当にかっこいいです。だんだん演奏が激しくなっていって、ミサさんがスラップになって、もうお名手様なら分かっているタイミングでちゃんと開始です。最高に盛り上がったところでセッションが終わって、ベースの開放弦の残音が鳴る中、次は16曲目となるトワイモアだと待ち構えていたら、真っ暗なステージにこれまで上にあった5つのスクリーンが枠だけグリーンに光った状態でステージの床のところまで降りてきます。なんとその半透明のスクリーンの後ろに各メンバーがいて、前から見るとカゴの中にいるような演出の中、一番下手のスクリーンの後ろにいる小畑さんにスポットライトが当たって浮かび上がるような感じになって、小畑さんのシャウトが炸裂します。スクリーンの枠が点滅したりして、小畑さんのシャウトに光の演出も加わります。これはすごい演出です。イントロに入ってシンガロングしますが、バンドメイドもこんなステージ演出するようにできるようになったんだとちょっと感慨深くなりました。一番上手のスクリーンの後ろでサイちゃんが歌い始めますが、もうとにかくかっこいいです。サイちゃんの隣はミンチョ、小畑さんの隣はミサさんで、真ん中はあーちゃんですね。私の位置からはあーちゃんがちょっと枠内に収まっていない感じではありましたが、全然問題なくかっこいい演出でした。しかもこの演出はトワイモアというちょっとダークな感じの曲にぴったり合っていて、最高にクールな感じでした。いろいろ感動しているとあっという間にミサビも終わってミンチョのギターソロになりますが、スポットライトが当たって浮かび上がっているようなミンチョの不協和音的なメロディーも加わって、さらに幻想的な感じになります。ソロ終わりで C メロに入って C メロ終わりからバッサビとなりますが、やっぱりここの小畑さんのシャウトもしびれますし、あーちゃんの激しすぎるドラムもしびれます。サビ終わりでアウトロになって最後の小畑さんのシャウトを聴きながら、こっちも思いっきりシンガロングしてピタッと曲終わりになります。すごいトワイモアでした。曲終わりでスクリーンが上がっていって17曲目となるディリダリのイントロが流れてきます。サイちゃんと小畑さんがそのまま上手と下手の前に出てきて手拍子とシンガロングを促してきます。私的には当然手拍子もしてシンガロングもちゃんと切りながら歌います。5つのスクリーンとバックドロップは一転メンバーを映す感じになります。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出して一気に会場もノリノリな感じになります。この曲も歌詞の言葉数がものすごく多いですが、サイちゃんも小畑さんも滑舌がいいので歌えるんですよね。これも地味にすごいと思ってしまいます。1メロが終わって小畑さんボーカルで始まる2メロになって、サビ終わりで本来ならソロパートに入るところで演奏があーちゃんのハイハットだけになります。サイちゃんがステージの前に出てきて、さあガーデンシアターもっとでかい声聞かせてと手拍子とシンガロングを煽ってきます。サイちゃんがクラップでもいいしリリダリリリダリダリダこれ歌ってもいいしって言ってきて、小畑さんも思いっきり手拍子を煽ってきますので、当然手拍子とリリダリリリダリダリダの大合唱が会場に響き渡ります。サイちゃんのみんなでこの曲作ろうぜの雄たけびでさらに会場の手拍子とシンガロングは大きくなります。そうですよね、ミンチョがこの曲はお給仕で完成するって言ってましたから、ここは全力で歌うしかありません。サイちゃんのもっとくれよそのまま続けてからアーチャーのスネアロールになって下手を立ち合いに立つミサさんの変態ベースソロになります。このベースソロは本当にかっこいいです。それで本来ならミンチョのギターソロになるところで真ん中のお立ち台に立つ小畑さんのリズムギターソロになります。もう完全に違うアレンジです。しかもここからあーちゃんのドラムソロです。めちゃくちゃかっこいいですし、あーちゃんのところに他の4人が集まって煽っているのも微笑ましい感じでした。ドラムソロ終わりでいよいよ真打ち登場みたいな感じでミンチョのギターソロです。ミサさんの変態ベースソロに全然負けない変態ギターソロです。ソロパート終わりで C メロというかまたシンガロングのパートになりますので、当然手拍子しながらシンガロングします。そこから2回繰り返しとなるラスサビに入ります。サエちゃんは真ん中の立ち台です。サビ終わりから超絶かっこいい終わり方で終わりになって、かき回しの中サエちゃんのみんなありがとうの叫びでかき回しも終わって大体大歓声となります。これが本当のディリダリなんですね。大納得しました。興奮冷めやらない感じの会場にサエちゃんの歌声が響いてきます。18曲目となるアンリッシュです。イントロになって会場は思いっきりのチャントで声も出して一気に盛り上がります。サエちゃんはきっちり腕振り振りダンスしてくれてました。1メロに入ってサエちゃんが歌い出しますが、あーってところのシンガロングも結構楽しいんですよね。それでサビに入って思いっきり手を振り上げながらサビを堪能して、だんだんディディダンダンも叫びますが、バックドロップにも5つのスクリーンにもだんだんディディダンダンが表示されるので気持ちよく叫べます。サビ終わりで感想になってまた思いっきりちゃんとしますが、2メロに入るところのあーちゃんの6連のドラムフィルムを目で見ながら堪能して、2サビの時になぜかミントがサイちゃんの横に来て真ん中のお立ち台に足をかけてギター弾いてたのが楽しそうでこっちも楽しめました。
サビ終わりのブリッジのところはヘドバンしてクラクラしておきます。それで C メロに入って手拍子しながら聴き入りますが、バックの映像が MV の時みたいに星がキラキラするような感じの演出でいい感じでした。で、サイちゃんの Now We Go からミンチョのギターソロですが、ミンチョが走ってお立ち台に乗るのが可愛かったです。ソロ中のダンダンディディダンダンもスクリーンに映されますので忘れずに叫べました。ソロ終わりからラッサビになって腕を振り上げながら盛り上がってヘドバンもして、最後アウトロはまた思いっきりちゃんとで拳を振り上げながら声出してダンダンディディダンダン叫んで曲終わりです。もうこのアンリッシュも球児での定番曲になってきた感じの貫禄を感じました。ここで独特のカウントとスポットライトに照らされたアーチャーのドラムフィルが鳴り響きます。19曲目となるノーゴッド起きました。珍しく小畑さんがジャンプジャンプって煽ってきますので、膝の痛みを我慢してジャンプしながらちゃんとします。当然サイちゃんもお立ち台から煽ってきてましたが、それで1メロに入って指を回してルールルってやるところは小畑さんもやってくれてましたね。気持ちよく踊りながらサイちゃんのボーカルとバックの演奏を楽しんで、小畑さんの 1,2,3,4 How We Long からサビに入りますが、この時に指を出すのも慣れてきました。サビは当然手を挙げながらジャンプしながらコール&レスポンスです。アリーナを見るとみんなジャンプしていて壮観でした。サビ後半の何色染まるか知らないよの時のサイちゃんの指を振る仕草もなんか可愛くて好きですね。で、感想に入ってサイちゃんが思いっきりジャンプジャンプって煽ってきますので、当然そのままジャンプしてちゃんともする感じになります。もう膝は限界を迎えてあまりジャンプできてなかったかもです。2メロも同じように楽しみますが、本当にお給仕でのノーゴッドは神ですよね。ものすごくメイドさんたちと一体になって騒いで楽しんでる感覚になります。2サビ終わりで短いミンチョのギターソロからミサさんのベースソロになりますが、手拍子しながら見てきたこのミサさんのソロはいつ見ても何回見てもかっこよすぎます。ソロ終わりで落ちメロになって手を掲げる感じでサイちゃんの音に聞き入って、あーちゃんのフロアタムのフレーズから盛り上がっていってラッサビに入ります。最初は手をかざしながらヘドバンするところです。膝は痛かったですが首と頭は大丈夫でしたので思いっきりヘドバンしました。途中からはジャンプになるのでまた痛みを我慢しながらジャンプして歌ってアウトロです。最後の力を振り絞ってジャンプしながらちゃんとします。最近そうなったような気がしますが、かき回しなしでピタッと曲終わりになって大歓声が上がります。大歓声と拍手が鳴り響く中、20曲目として始まったのはなんとマギーのイントロです。ノーゴッドで最後の力を振り絞ったのですが、連続でジャンプ曲が来てしまいました。このマギーも久しぶりで今年6月の仙台ギグス以来です。サイちゃんがまだまだ踊れよって煽ってきますので痛みに分けるわけにはいきません。1メロに入って気持ちよく踊りながらマギーを楽しんで、サイちゃんの煽りではなく歌詞にあるジャンプジャンプジャンプに煽られながらサビに入ってジャンプします。膝は痛いですがこのマギーはめちゃくちゃ楽しい曲なので痛みを忘れられます。それで感想でもジャンプして2メロに入りますが、2メロの演奏ってキレが入る感じで好きなんですよね。2サビも思いっきり楽しんで、ミサさんのスラップから C メロに入ってミンチョのギターソロです。ソロ終わりで落ちメロになって手拍子しながら小畑さんのかっこいいギターの刻みを見て聞いて、サイちゃんに落ちメロなのに最後ジャンプジャンプで歌詞の中で煽られてラスサビ突入です。本当に最後の膝と足の力を絞り出してジャンプして盛り上がってかっこいいアウトロでちゃんとして曲終わりになります。曲終わりの書き回しでサイちゃんにありがとうみんなをもらって曲終わりです。ここで私の膝的にはありがたいことに最後の MC に入ります。サイちゃんの盛り上がってるなーの叫びで大歓声になって、続けてのサイちゃんのあークソあちーで笑いが起こります。サイちゃんがみんなもかなーって言ってくれたので、当然私も含め汗まみれの会場から同意の歓声が上がります。で、小畑さんがみんなの心もだっぽねってうまいこと言った感じになったのですが、サイちゃんになんか草とか言われてしまいます。それにめげない感じで小畑さんが手でハートを作ってサイちゃんを見つめる感じにしたのですが、それを見たサイちゃんが指ハートしてんじゃないよ、あ、指ハートはこっちかって感じで指でハートを作って、これ何ハートって言いながら手でハートを作って小畑さんに聞くのですが、小畑さんはクルッポハートとか言ってボケてきます。当然サイちゃんからうざそうにありがとうございますみたいにあしらわれて、小畑さんもあしらわれたっぽって受けてました。それでサイちゃんがここまで来たけれどもセットリストどうよって言ってきて、当然このすごいセットリストを浴びている会場から大歓声が上がります。小畑さんも今日は佐伯様を褒めたたえる日ですぽーとその通りのことを言ってきてくれます。で、会場から上がる歓声にサイちゃんがありがとうって返してそのセットリストの話になります。で、今日ですねインスト曲をですねって話し始めようとしたサイちゃんがどこから話せばいいんだみたいになって、小畑さんがすかさずまずーっと助け舟を出して、それを受けたサイちゃんがまず今年リリースしたものを言おうって言って、小畑さんがまずタイアップたくさん続きましたぽーと話をつなぎます。
繋がれたさえちゃんの3期連続でバンドメイドがタイアップさせていただきまして、本当にありがとうございますに会場から拍手と歓声が起こります。それでさえちゃんが、きっとそれで知ってくれた方がここに来てくれてると思いますし、小本さんもいらっしゃると思いますぽーっと受けて、さえちゃんが前から知ってるよって方もいつもありがとうございますと、まあまあ前から知っている私たちにもお礼をしてくれます。それでタイアップ作品を小畑さんが、前週の前ロックはレディのたしなみでしてのレディトゥロック、桃源暗記の What is Justice と3作品続きましてと説明してくれて、さえちゃんに正解ですって褒められてました。それで小畑さんが2作品目のロックはレディのたしなみでしてで、佐伯先生がなんとさえちゃんに振って、さえちゃんが、そうです、モーションアクターを小畑以外の4人がやらせていただいてと小畑さんいじりを入れてきます。でも小畑さんは人数の問題でとうまくいなして、佐伯先生はボーカルではなくキーボーディストポーとインストの説明に戻していこうとします。でもその時にモーションアクターをやったさえちゃん、みんちょ、みささん、あーちゃんが下手に集まって上手側にいる小畑さんを一人にするような感じにしたので、小畑さんがこの並び嫌だっぽ、はぶられてるみたいっぽって言いながら上手の方に行くのですが、さえちゃんからダメーとか言って拒否されます。でも小畑さんに話が進められなくなるから進めましょうぽーって珍しくさえちゃんが怒られて、さえちゃんも素直に分かったって受け入れます。で、5人が上手に固まる感じになってしまって、さえちゃんになら真ん中行こうって促されて真ん中に移動するのですが、なぜかミンチョは上手のお立ち会いに座るといういつもの自由さを炸裂させてました。で、小畑さんが、そしてそのキーボーディストになってキーボードをって言いながら、多分それを見たお名手様たちの真似をしたと思うのですが、おって驚いたような顔をしたら、さえちゃんにうざいかもとか言われてしまってました。で、ちょっとわちゃわちゃした感じになっているところに、お立ち台に座っていたミンチョが突然立って右手を突き上げて、みんな、さえちゃんがキーボードを弾いたぞーって叫んできて、会場から歓声と笑いが起こって、さえちゃんもお笑いしてました。で、小畑さんが、インストにね、ついに参加されましたっぽねって言ったら、ミンチョも、キーボーディストさんですねって冷静な感じでさえちゃんに言って、それを受けたさえちゃんが、これからは私のことをキーボーディストと思っていただいていいです。圧倒的に歌っている数が多いんですけれども、キーボーディストとして見ていただいても、と、ちょっとだけボケを入れてくれてました。それで小畑さんが、そんなタイアップ作品があったから、10月22日に EP を出すことができまして、ありがとうございますぽーと EP の話につなげて、こちらの作品でインスト曲にさえちゃんが入ったロック&ロードと、ついにどこから話せばいいんだを回収してきました。さすがです。さえちゃんも初めてインストに参加したという形でございますって受けて、さらに小畑さんがそれを披露して今日って促して、さえちゃんが今日2曲やったんですけども、知らない人も多いと思うんですけども、Without Holding Back っていう曲でして、今日なんでやろうとなったかと言いますと、4月にタイアップさせていただいたロックレディの大発刊で、バンドメイドの Without Holding Back が登場しているんでございますって説明してくれて、会場から大歓声が起きます。それを受けてミンチョが説明してくれるのですが、ロックレディたちが Without Holding Back を演奏しているということで、やばい、キーボードのティナちゃんパートちゃんと作んなきゃと思って作らせていただきまして、さえちゃん先生よくできましたってミンチョらしく最後はさえちゃんを褒める形で終わらせて、会場からも笑いと拍手と歓声が起きます。和気あいあいな感じのステージで小畑さんが、今回は2曲連続のインストとなってさえちゃん休憩時間がなくなったっぽねって笑いながらさえちゃんに言って、さえちゃんもそうなんですよ、私普段インストの時に休憩してたんですね、自分で自分の首を絞めましたと確かにってことを言ってきて、また会場は笑いに包まれます。で、この話題の締めという感じでさえちゃんが本当にいい機会をいただいて、バンドメイドの一つの魅力がまた広がったっていうのが私たちにとっても嬉しくて、いいきっかけを作ってくださった関係者の皆様ありがとうございますって言って、メイドさんたち全員で頭を下げて感謝してました。私を含むお名手様たちからしても感謝だと思います。さえちゃんはそれを受け入れてくれた皆様ありがとうございますとこちらにも感謝してくれて、インストの話は締まります。で、小畑さんが次の話題という感じで、ついに完成版のディリダリがとさえちゃんに振って、それを受けてさえちゃんが、そうですね、この EP スクープに入ってるディリダリはねとミンチョにパスします。それを受けたミンチョが、はい、まだ未完成だったと思ってて、会場でみんなで完成させたい曲だと思ってたんですけどって言って、
今日完成しましたって叫んで、会場から大歓声と大きな拍手が沸き起こって、さえちゃんもみんなのおかげだよ、ありがとうって言ってくれます。続けてさえちゃんが、こうやってバンドメイドは私たちがリリースするじゃないですか。でもライブでやってみんなの歓声があって曲が出来上がると私たち思ってるんですねと嬉しいことを言ってくれて、続けて、で今回はみんなをもっともっと巻き込んでやろうと、皆様のご協力のおかげでとてもいい曲になりましたって叫んできて、会場はまた拍手と大歓声で満たされます。本当にその通りだと思いました。で、小畑さんが、あーちゃんもね、ソロもあってどうでしたかポーってあーちゃんに振ってきて、あーちゃんが、なんかみんなに囲まれてたと、ある意味あーちゃんらしいとぼけた感じのことを言ってきて、さえちゃんに、囲まれて嫌だったのって突っ込まれます。で、あーちゃんは、嫌じゃない、ごめんごめんみたいになって、めっちゃ嬉しかった、ありがとうありがとうって言い直してました。で、さえちゃんに改めて、どうだった今日デリダレが完成したよって振られて、あーちゃんが、ありがとう、ようやく、みんなのおかげって面白いことを言おうとしたけど言えなかったみたいになってました。でも続けてあーちゃんがマイク持ったついでにこのツアーでファーストラウンドでって話しかけて、さえちゃんにあれですかって割り込まれて、あーちゃんがあれをみんなに報告しないといけないことがあってって言い出します。で、さえちゃんがみんな重く受け止めなくていいよって言ってきたので、私的にはあれの正体が分かりましたし、それを察した会場からも笑いが起きてました。それであーちゃんが続けて、ファーストラウンドで私は4キロ太り、各地の地方の打ち上げで誰よりも食べ4キロ太り、で、セカンドラウンドとファイナルラウンドで2キロずつ痩せようという計画をしてみんなと誓いました。SNS にも書きました。それでセカンドラウンドでなんと2キロ落としまで行ったところで歓声と拍手が起きます。それでさえちゃんのということは今日はの合いの手にあーちゃんが続けて、ということはファイナルラウンドで2キロで置いて、増えましたって言って、期待通りの結果に会場から笑いが起きます。あーちゃんが続けて、ということは2キロ減って2キロ増えて振り出しですって満面の笑みで報告してくれて、会場は爆笑となります。ここで時間が押していたのか、小畑さんがあーちゃんから奪いますポーって言いながらマイクを奪って、あーちゃんおめでとうポーって終わらせようとするのですが、さえちゃんが元に戻ったということですねみたいに続けようとしたので、小畑さんも現状維持プラマイゼロでいいですポネーとまた終わらせようとします。でもさえちゃんがあーちゃんに、皆さんに一言感謝だけ最後にって振って、あーちゃんがはい、もう二度と痩せるとは言いません。これからもよろしくお願いしますと思わず、そっちかいと突っ込みたくなることを言ってきて、会場はまた爆笑になります。っていうか、現状維持プラマイゼロじゃなくて、ファーストラウンドで4キロ太ったのは残ってるんですよね。それも突っ込みたい感じになりましたが、さすがあーちゃんです。笑いを取って締めてくれました。それでさえちゃんが、ではね、ラストスパート行こうかなと思うんだって言ってきますが、小畑さんが笑いながら、いけるこの流れでと、もっともなことを言ってきます。でもそんなのに慣れているさえちゃんは、今年もこうやってツアーができて、本当に楽しい思い出ばかりが増えてですね、皆さんに曲を届けるっていうことが、ライブが私たちの生きがいなんですけれども、その曲を皆さん受け入れてくれて、すごいいい曲だねって言ってくれて、EP をリリースしても皆さんから温かい言葉をいただいて、本当にバンドをやっててよかったなって思ったし、バンドメイドをやってたから皆さんに出会えたんだなと思って、本当に感謝しておりますと、見事に場の空気を盛り上げてきてくれて、会場から拍手が沸き起こって、続けてさえちゃんが、そしてバンドメイド、今日ツアーファイナルで一旦ツアーは終わるんですけれども、まだまだ歩みは止めません。来年も楽しみにしていてほしいので、みんなついてこれるかの叫びに会場から大歓声が上がって、楽器隊のかき回しの中、さえちゃんのラストスパート行こうか、出し切れよ、もっと来いよの叫びでラストスパート突入です。思いっきり両手を上げて叫びながら、さすがさえちゃんって思いました。ラストスパート最初となる21曲目として流れてきたのはヘイトのイントロでした。さえちゃんの煽りとお立ち台に足をかけてギターを弾く小畑さんに煽られて、体力と喉を完全に取り戻した会場は全力のチャントで応えて、おいおいの声で満たされます。G メロに入ってさえちゃんが歌い出して、会場のノリもいきなり最高潮になります。B メロの時にバックドロップは嵐の映像になって、横ありでのヘイトも思い出してしまいました。それでサビに入って会場は手を振り上げながら踊って盛り上がります。しかしこのヘイトも完全にお給仕での定番曲になって、ラストスパート最初に持ってくるのも納得の確実に盛り上がる曲です。感想でまた思いっきりちゃんとして2メロに入ります。2メロ冒頭は手拍子であの歌詞を堪能しますが、手拍子の音も大きかったですし、バルコニーから見るアリーナの盛り上がりも壮観でした。1サビと違ってナチュラルに入る2サビの入り方も私的に好きなところで、振り上げる腕にも力が入ります。
サビ終わりでソロパートに入りますが、今回も当然ミサさんとミンチョのベース&ギターバトルバージョンです。まずは下手お立ち台に立つミサさんのベースソロからですが、いつもより大音量で響いてきますので、本当に迫力がありました。それで真ん中のお立ち台に立つミンチョのギターソロにつないで、ミサさんが同じお立ち台に乗ってきてバトルになります。ミンチョは思いっきりヤンキー煽りをしてくれましたので、会場は大歓声で応えます。ミサさんもミンチョもお互いちょっかいを出しながらのバトルになりますが、よくそんなことをしながらギター弾けるなと変に感心してしまいます。アーチャーのドラムはバトルを引き立てるためだと思いますが、シンプルな感じなのも味わい深いですし、小畑さんとサイちゃんが上手の後ろで仲良さそうにしてるのもいい感じです。バトルが終わって本来のミンチョのギターソロになって、ソロ終わりでサイちゃんのボーカルが入ってきて、ミンチョが満足げにお立ち台を降りて上手に戻っていくところをなぜか結構好きなんですよね。でも C メロを歌うサイちゃんのバックでギターを弾くミンチョのフレーズはソロを続けてるみたいに激しいです。 C メロ最後のところの小畑さんのシャウトを浴びてラッサビ突入です。会場の盛り上がりも最高になって、最後サイちゃんと一緒に I hate you を思いっきり叫んで曲終わりの書き回しで大歓声となります。もう完全に休憩時間が終わって全力でメイドさんたちの音を浴びて楽しむモードに切り替わってます。このメリハリが気持ちいいです。完成でざわめく会場にミンチョのあのリフが鳴り響いて大歓声となります。続く22曲目はドミネーションでした。イントロに入ってサイちゃんの行くぞーの叫びに会場は大声のチャントで答えます。それで1メロに入ってすぐの覗くウィンドウの時にサイちゃんが手を丸くして覗くようなジェスチャーをしてましたが、これを初めて見たのでなんか新鮮でした。ドミネーションはお給仕の定番中の定番曲でもあるので、安心してというか何も考えずに盛り上がれる曲で、いつでも完全にハイな状態になれます。ハイな状態で人差し指を立てた手を思いっきり上げながら先行くせよをサイちゃんと一緒に叫んでサビに入ります。ラストスパートということで会場もみんな思いっきり手を振り上げて盛り上がって、サイちゃんのセイの煽りに大声でのハローハローで答えます。2メロに入って心地いい感じのミサさんのベースフレーズを体で感じながら、これも心地いい小畑さんの掛け合いみたいなバックボーカルも楽しみます。サビ前のところで楽器隊がアーチャーのところに集まりますが、ミンチョとミサさんはアーチャーの後ろでギター弾いてましたね。ここ楽しそうで大好きなところです。で2サビに入ってまた思いっきりハローハロー叫んでギターソロ前の重厚な感じのブリッジに入ります。この一拍かけてのチャントは気持ちいいです。それでファイナルラウンドでのソロパートは拡張バージョンです。オフィシャルライブビデオの音はそれぞれのパートが微妙に違っていて、かつ長めになっているように思います。でもやっぱりミンチョと小畑さんが向き合ってギターをかき鳴らすところからあーちゃんのドラムソロに入るところは至高です。サイちゃんもめちゃくちゃ楽しそうでした。それでオスメロ的なところに入って先行せよからラッサビです。もう会場のボルテージはマックスな感じで盛り上がります。最後のメロに入って余韻を楽しむ感じで踊りながらサイちゃんの歌に聴いて、最後サイちゃんの煽り気味の世界に響けに思いっきり最後のハローハローを叫んでアウトロです。サイちゃんの最高に応えるように8000人のちゃんとの声が響き渡って、最後のめちゃくちゃかっこいいアーチャーのドラムの締めで曲終わりの書き回しになります。大歓声と拍手に満たされる会場にいきなりサイちゃんのボーカルが始まります。23曲目はチューズミーでした。会場は出遅れないように手拍子で答えてイントロに入ります。イントロに乗せてものすごい音量のチャントが会場に響きます。それで1メロに入って気持ちよく踊りながら歌と演奏に聞き入れます。ノミネーションもそうですが、やっぱりこのチューズミーの安定感というか安心感はすごいです。すごくリラックスというか無心になって曲を楽しめます。 B メロの時の一拍かけてのチャントは思いっきり体を前に投げ出す感じでやると気持ちいいんですよね。それであーちゃんの小気味いいドラムフィルからサビに入って会場は振り上げる手で満たされます。サビ終わりからすぐ2メロに入りますが、ここの小畑さんのギターの刻みがかっこいいです。ミンチョとミサさんが上手下手入れ替わってサイちゃんも下手側に来て歌ってくれます。そのサイちゃんに向かって思いっきり B メロでちゃんとして2サビに入ります。小畑さんはさすがに余裕もあってなのか満面の笑みでギターを弾いてコーラスしてるのが見ていて楽しくなります。サビ終わりで真ん中のお立ち台に移動してきたミンチョのギターソロです。例のごとくアーチャーのところに他のメンバー集まって楽しそうにしています。お立ち台でものすごく気持ちよさそうにこのチューズミーの最高のギターソロを弾くミンチョを堪能して落ちメロに入って会場は手拍子になります。落ちメロ最後のサイちゃんの I choose you はちょっと低めでしたが、まあまあこちらが青指さしてくれてました。それでラスサビに入ってお給仕の終わりが近づいてきた寂しさと今感じている楽しさが入り混じったような感覚で手を振り上げながらサビを味わって最後のセクションに入ります。ミンチョの2回目のギターソロを思いっきりちゃんとしながら聴き入ってアーチャーのドラムフィルに乗せて最後サイちゃんの迷わずチューズミーで曲終わりとなります。曲終わりの書き回しと大歓声が上がる中、サイちゃんのありがとうみんな、ありがとう東京、
ガーデンシアター次がラスト、みんなもっといけるか、出し切れるかの叫びで会場から大歓声が上がって書き回しが終わります。そう、残すはこの曲しかありません。バンドメイドツアー2025ツアーファイナルを締めくくる24曲目はプレゼントパーフェクトでした。息を飲んだ感じで静かになった会場にさえちゃんの歌い上げるような歌声が響き渡ります。続いてのかっこいいイントロに入って気を取り直したようにちゃんとの声が会場に響きます。バックドロップはやっぱりツアーの締めくくりだということだと思いますが、ツアーのアートワークで5つのスクリーンはリボンのシンボルマークです。長かったツアーのラストということでなんか胸がいっぱいになりました。1メロに入ってミサさんとあーちゃんの軽快なリズムとミンチョの激しいリフに乗せたサイちゃんのボーカルに聴き入って、私的に大好きな韻を踏んだような B メロの歌詞も味わってサビに入ります。サビのメロディーは本当に気持ちいい感じで、ちょっとヘドバン気味に踊って盛り上がっていると脳から気持ちいい物質が出てくるように感じます。サビ終わりで感想に入ってサイちゃんがちゃんと煽りながらもっと歌ってと叫んできますので、ちゃんとの声も大きくなります。これで2メロに入りますが、この歌詞のサイちゃんの歌い方がめちゃくちゃかっこよくて好きなところです。1メロと全然違うメロディーになる B メロも最高です。それで2サビに入ってまた踊りながら気持ちよくなって、小本さんのシャウトも堪能してソロパートに入ります。あーちゃんのドラムフィルからミサさんのスラップときてミンチョのギターソロです。このスピード感ある演出も最高です。ミンチョは途中でかっこいい右手を上げるやつもやってくれて、私的には大満足でギターソロを堪能しました。ソロ終わりで落ちメロになって手拍子しながらサイちゃんの歌に聴き入って、この後訪れる私的にこの曲のクライマックスだと思っているサイちゃんの歌い上げるロングトーンに向けて盛り上がっていきます。小畑さんの綺麗なコーラスも堪能して、いよいよクライマックスが来ます。サイちゃんの歌い上げる歌声のバックで完璧な盛り上げを演出するあーちゃんのスネアロールがしびれます。最高に盛り上がってラスサビに入りますが、ここは本当に感動して涙が出そうになります。ここで5つのスクリーンはそれぞれメイドさんたちが映される形になって、同時にバックドロップのアートワークが周りから消えていきます。ツアーがこれで終わるという演出なんでしょうか。それでも涙が出そうになりました。サビ終わりでアウトロになって、最後のチャントで全力で拳を上げて声を出してます。サイちゃんも立ち台で笑顔で煽ってきてくれますので、ますます力が入って声も大きくなります。それでついに曲が終わり、ツアー最後の吹き回しになって、サイちゃんがありがとう東京ガーデンシアターバンドメイドでした、またお会いしましょう、来年もついてこいよ、楽しい景色をくれよなの焚き火を上げてきて、会場は大歓声になります。最後サイちゃんのありがとうございましたバンドメイドでしたであーちゃんのドラムでかき回しが終わって、会場は最後の大歓声と拍手に包まれます。感動と興奮でざわめく会場に、久保田さんのそれでは行ってらっしゃいませご主人様お嬢様、またお給仕でお会いしましょうポバンドメイドでしたポバイバイポの挨拶で、バンドメイドツアー2025ツアーファイナル東京ガーデンシアターのお給仕は幕を閉じました。バルコニーからミンチョミサさん久保田さんのピック投げとサイちゃんの満面の笑みで手を振ってくれるのを見てたら、今回はあーちゃんもスティックを投げてくれてました。しかも5本くらい投げてたと思います。バルコニー席なので見ているだけでしたが、いつかゲットしたいです。大歓声と拍手の中、メイドさんたちがステージをはけていって、最後まで手を振って嬉しそうにしていたあーちゃんがステージからはけたところでフロアの照明が落とされます。やっぱり来ました。2026年告知です。あっさりした感じでしたが、内容はヘビー級です。アジア、ヨーロッパ、北米ツアーの告知です。ものすごく嬉しかったですし、会場の驚きの歓声もすごかったですし、私も思いっきり声を上げてしまいました。冷静に考えると国内お給仕は少なくなるので残念な気持ちもあるはずなのですが、それ以上に待ち望んでいたであろう海外のお召様たちの喜ぶ顔を思い浮かべると幸せな感覚になりました。とはいえ私も行けるかどうか分かりませんが、とりあえずパスポート再取得をしようと心に決めました。いや私的には初めての国内ツアー全通となったツアーファイナルをこんなに素晴らしいお給仕で締めくくってもらえて本当に幸せな気持ちになりましたし、本当に堂々としたステージでしたし、ものすごく感動しましたし、バンドメイドについてきて本当に良かったと思いました。サイちゃんが喜怒哀楽をぐちゃぐちゃにしてやるって言ってたように、いい意味で本当にぐちゃぐちゃにさせられましたし、ステージの演出も含めて最高の締めくくりとなるお給仕だと感激で胸いっぱいになりました。もう言葉では表せない感情です。心地いい疲労と大満足の気持ちで会場を後にしました。
当然配信チケットも購入していますので、リアル帰宅してからもう一度、何度もこの感動を味わいたいと思います。恒例のさえちゃんのポストは、皆様もう本当に本当にありがとうございました。歌っててよかった。バンドメイドでよかった。皆様と出会えて音楽を届けられてよかった。また絶対に会おう。まだまだ私たちは止まらない。ついてこいよ。ハッシュタグバンドメイドで感想ください。皆様の声を聞かせてでしたね。本当にバンドメイドでよかったですし、出会えてよかったですし、何倍ものありがとうを返したいと思います。今回のお給仕でバンドメイドツアー2025は完結しましたが、まだ2025年は続きます。残念ながらメリーロックパレードはチケット落選してしまいましたので行けませんが、12月29日のカウントダウンジャパンはチケット当選しましたので参戦予定です。年末ギリギリまでメイドさんたちを楽しむことができるって本当に最高です。最後に今回も素晴らしいリキャップムービーが作成されましたので、それを共有して終わりたいと思います。バンドメイドツアー2025ツアーファイナル私たちはできる。本当に映像を見ると感動が蘇りますし、ほぼすっぴんのメイドさんたちの映像は貴重で神々しいですね。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。